皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回もこちらジフォイドエクスカリバーのパーツを使って 5G バトルをやっていきたいと思います。今回はつぶやきさん太郎とちょめまるで対戦していきます。それではやっていきましょう。お互いのファーストベイ、せーの、じゃん。アルティメットベリアルザンザスユナイトダッシュ9。アストラルバルキリーオーバーハイエクステンドプラスダッシュ6。ファーストバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。さあ、バルキリー危ないぞ。ないバルキリーさあ、どうだ。いけん、ちょっと待って、お、いいぞいいぞ重い痛い逃げ痛いぞ重い逃げは入ったが、もうちょい最初の方で逃げろバルキリー重いのを与えたかったアストラルが俺はサヤンに剣を収めたぞ。いや、このノートが一番好き俺。何の話をしているのか。オッケーステイフィニッシュ。アストラルバルキリーに1ポイント。やったぜ。くそー、もっと早くに当たりたかった。お互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。ジフォイドエクスカリバーカルマデストロイダッシュ0。セイバーエクスカリバーザンザスソードダッシュ1。セカンドバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。セバーですかね。使っていけ。オーバーフィニッシュ。ジホイドエクスカリバーに2ポイント。やったー。剣出てる。ああ、ね、あ、俺も出てる。今回は2人ともちゃんと剣が出た状態になった。一撃モード。お互いのサードベイ、せーの、じゃん。アストラルスプリガンギガハイエクステンドプラスダッシュ6。ジフォイドケルベースフォートレスアドベンチャー10ファーストギア。サードバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。さあ、中央で激しくぶつかり合って、いけワンちゃん。真ん中で待つのです。いやー、いけいけ。いやーこれは厳しい。よし。おファーストフィニッシュ。アストラルスプリガンに2ポイントということで、今回の 5G バトルの勝者はつぶやきさん太郎でした。やったー。大丈夫。多分まだ回転してる時にバーストしたような気がする。ちゃんと回ってた。でもケルベースコアだけどね。そうやな。アドベンチャーもロック硬いもんね。うん。 5G バトルの勝敗は決まりましたが、残りもやっていきましょう。お互いのフォースベイ、せーの、じゃん。ギルティロンギヌスレガシーゾーンダッシュ Z2。 アルティメットベリアルギガメビウス0。フォースバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。いくらだよしベリアルこれは先にオーバーしたかな。下についた方が早かったかな。どっちにしろ2ポイント。オーバーフィニッシュ。ギルティロンギヌスに2ポイント。やったぜ。俺のベリアル覚醒しねえんだよな。あれだね、多分スタジアムの外に出てからスタジアムに引っかかってバーストしたかな。かな。お互いのフィフスベイ、せーの、じゃん。ガトリングペルセウスオーバーアドベンチャー10ファーストギア。インフィニットアキレスメタルユニバース 2A。 フィフスバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。アキレスペルセウス。頑張れ。危ないな、今の。ペルセウス。いや、壁にやっつけられたな。いいかアキレス。頑張れアキレス。アキレス。ナイス。チームフィニッシュ。ガトリングペルセウスに1ポイント。やったー。ちな連撃には片方だけなってる。これはそれ完全連撃モード。なってない。完全ではなかった。残念。やっぱそこまでなかなかいかないね。そうね。次のアキレス楽しみです。
というわけで 5G バトルが終わりましたが、いかがだったでしょうか。いや、俺今回はエクスカリバーがちゃんとこの一撃モードに覚醒して、なおかつオーバー決めれたのが気持ちよかったです。いや今回はね、オーバーされオーバーされバーストされバーストされてね、いや気持ちいい負け方をしたのかもしれない。そうね、3期目の、バトルしてる時にも言ってたけど、3期目のケルベウスをバーストしたのも結構すごかったよね。あれびっくりしたね。今回アストラルスプリガンでバーストしたんだけど、結構同回転強いイメージはあったけど、その同回転強いっていうのは回転力を奪う側の意味だと思ってて、バーストまでいけるとは正直思ってなかった。でもね、ケルベウスね、ジフォイド買って遊んでる時に、サイクロンケルベウスか、自分が前の動画で使ってたカスタマイズで戦ってたんだけど、それでジフォイドバーストさせてたから、なんだろう、ちょっとラバーロックだけど緩めなのかなっていうイメージもある。ケルベウスコアがってことね。そうバハムートコアと比べてケルベウスの方がちょっと緩いのかな。でもどうなんだろうね。ラバーってさ、色で結構質感変わるじゃんね。全然違う。だからもしかしたら赤いケルベウスはちょっと緩めで、緑のレアのケルベウスの方が硬いとかもあるんかね。どうなんだろうね。その辺は分かってないけど、エクストリームドライバーとかも色によって全然動きとか硬さ違うからね。そういうのでラバーの色、製造段階で硬さ結構変わってきそうな気はするね。あとジフォイドが結構あれなのかもね。引っかかりが強烈なのかもしれないね。やっぱり剣先の。それで一気にこうロックがガッて進んじゃうのかも。エクスカリバーとザンザスとかで使ってると気にならなかったのかもしれないしね。やっぱBU ロック結構効いてるんかな。バーストするときはするけど、やっぱ ある場所でちょっとこう抵抗を感じるからないよがマシだろうし、一踏ん張りしてくれる感じはあるのかなって思う。一応ね、チョメマルここのギアをねノーマルにしてやってみたんだけど、前回のパワーギアで遊んだ時よりはスムーズにワインダーを引けるかなって思ったかな。ベアリングユニットはね、こいつだったら使いやすいかなと思った。個人的にはなんかね、あっちの LR こういうなんつうの一般的なあれでしょ。そいつよりはなんかこのスムーズにベアリングユニットって回転力が伝わりやすいっていうのがあるからさ、なんかねソードランチャーとマッチしてるのかなって思ったかな。そうね。ただ俺も一回これ使わせてもらって、確かにベアリングユニットの方が引きやすいとは思ったんだけど、結構これさ長いじゃんね。ベアリングユニットって高さがあるじゃんね。これが普通のあれなんだけど、わかるかな。ここの幅がさ全然違って、これ結構下に伸びるからさ、ちょっとシュートの仕方というかベイの落ちる位置が変わるなとは思った。設置の速さもね変わるしね。先にスタジアムに落ちやすいというかね。だからある意味カスタマイズのしがいのあるランチャーかなとは思った。そうだね。ちゃんとカスタムベイランチャーしてるかな。なんかいろんなパーツを付け替えるとどんどんその打ち心地とかね性能が変わっていくから、なんかこう言うとあれだけど、元のカスタムベイランチャーよりよっぽどカスタムベイランチャーしてる気がする。なんだろうね、チョメマルカスタムベイランチャーが苦手ってわけじゃないんだけど、パワーギアとかベアリングユニット普段つけてないのよ。なんか紐が長すぎるし、接触っていうか摩擦が大きすぎてちょっとなんか引きづらいなっていうのもあるから、もうそのカラーバリエーションのまんまでいるんだけど、ノーマルの状態でなんかそっちの方が使いやすいなっていうのもあるから、皆さんはどんな感じでやってるのかわかんないですけども、私はこんな感じでやっておりますでも意外とカスタムベイランチャーってさ、そのネットとか見ててもさ、いろんなカスタマイズしてる人がいて、自分はベアリングユニットは苦手ですとか、ちょっと下に伸びてるのがあんまり得意じゃないとか、あとなんか回転がうまく本当にベイに伝わってる感じがないとかねっていうのもあるし、ロングだと紐が長すぎて引けないから本体は普通のカスタムベイランチャーがいいとか、逆にパワーギアよりもノーマルギアの方が引きやすくてちゃんとパワーが出るっていう、本当にねいろんな考え方の人とかカスタマイズのカスタムベイランチャーがあるから、自分が一番使いやすいカスタムベイランチャーを作ってみるっていうのも、よりベイを楽しく遊ぶことができる要素の一つなのかなとも思いました。結局ね、チョメマルこうなってるからね。ほぼ最初のやつ。そう、最初のやつだからね。俺なんかもう強ければ強ければいいの考え方の人だからさ。人それぞれだから人それぞれなんだよな。本当もう長ければ長いほどいいし、硬ければ硬いほどいいんだよな。
まあほんとね、そういうね、いろいろとね、人によって多分ここの好みは変わるからね、ぜひ自分の一番得意な、もちろんソードでもいいし、普通のカスタムベイランチャーでもいいから、自分の一番得意だと思うベイランチャーをぜひ探してみてください。というわけで、そんなソードランチャーとジフォイドエクスカリバーが入ったこちら、皆さんも買って遊んでみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。